飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の BTS。今や誰もが彼らの名前や楽曲を耳にしたことがあると思います。しかし BTS がこれほどまでに人気を博す理由とは一体何なのでしょうか。今回は人々を夢中にさせる BTS の魅力について迫ります。楽曲がすごい。まずはその楽曲です。BTS は K-POP アイドルとしてデビューしましたが、今やグローバルに活躍するアーティストへと成長しました。そんな彼らが引っ提げる楽曲は名曲揃い。BTS といえば世界的大ヒットとなったダイナマイトやバターなどのポップなイメージが強いかもしれませんが、過去に遡ればお宝ザクザク状態です。とにかく音楽を愛している彼らは、人々に楽曲を届けることを大切に思っています。RM はダイナマイトやバターから僕たちを好きになって、これまでに発信してきた楽曲やコンテンツを見てくれたら嬉しいと、シュガはテヒョンやジョングクの顔を好きになって、初めて僕らの音楽を聴いてファンになっても構わないと語ったことがありました。そんな BTS はまさに努力の人で、これまで順風満帆に進んできたわけではありません。防弾少年団としてデビューした当初は、ヒップホップ色が濃く、10代や20代の若者へ向けられた社会的抑圧や偏見を防ぎ、自分たちの音楽を守り抜くというコンセプトをもとに活動していました。その後、ヒップホップよりのコンセプトは一新されますが、BTS の楽曲は今でもメッセージ性が強いものばかり。そんな彼らの楽曲制作には、ラップラインのシュガ、J-HOPE、RM を中心に BTS メンバーが携わっているものが多いです。自分たちの思いを込めることで、聴く人たちの心を揺らすような楽曲を届けてくれる BTS。これまで多くの困難を乗り越えてきた7人だからこそできることなのかもしれません。一度、日本語訳の歌詞を見てから、再度聴いてみるのも響き方が変わるのでおすすめです。ダンスがすごい。BTS のパフォーマンスといえば、7人の一糸乱れぬダンスがすごすぎます。BTS の振付チーム長である J-HOPE をはじめ、ジミンとジョングクからなる 3J を中心に、ハイレベルなダンスを披露し、人々を魅了させています。7人が息を合わせてピタッと踊っていながらも、不思議とメンバーの個性が生きているのが BTS のダンス。それぞれが自分の持ち味を十分に発揮しながら踊る姿は、じっと見入ってしまいます。しかし、メンバーは7人一度見ただけでは目で追い切れません。高いスキルを持ち合わせているのはもちろんのこと、表現力豊かなダンスにも注目です。映像で見ても素晴らしいですが、やはり生のパフォーマンスにはかないません。BTS メンバーもステージでのパフォーマンスに自信を持っているようで、シュガは僕たちの公演を見たらもう他のところへは行けません。とお茶目に話しています。そんな BTS の振り付けは超絶ハードであることで有名です。それはプロのトレーナーから見ても少しのミスが怪我につながる可能性があると語るほど、一曲踊るだけでもかなりのエネルギーを消耗するようです。それほどまでにハードな BTS のダンスですが、ARMY の中で圧巻のステージとして伝説化されているのが2019年の MMA。BTS は大賞を総なめにし、圧巻の栄光を手にしました。この MMA2019 の舞台では37分にも及ぶパフォーマンスを披露します。世界観あふれる各メンバーのソロステージから最後を飾るディオニュソスの圧倒的なパフォーマンス。目を奪われるとはこのことです。このステージを生で見られたARMYが羨ましすぎます。ストーリー性のあるアルバムと MV。BTS の沼化をさらに進めるのが、ストーリー性のあるアルバムや MV の存在です。ヒップホップがメインだったコンセプトから一新した BTS が、次のフェーズへと進んだのが歌謡年歌シリーズ。BTS の人気を確固たるものへと押し上げた代表作です。
人生で最も美しい瞬間という意味が込められた歌謡年歌は、危うく儚いけれども美しい、そんな青春時代を象徴しています。BU と呼ばれる世界線で描かれたそのストーリーは壮大で緻密。作り込まれたその世界観は、世界中のアーミーによって愛され、未だ明らかになっていない真相を突き止めるために考察が進められています。その後、BTS メンバーと共に成長していくように、シリーズも変化を遂げました。誘惑と出会いながら大人へと成長する少年の葛藤を描いたウィンズ。成長するために自分自身の内面と向き合う大切さを歌ったLove Yourself。そして自身の心の成長を促すマップオブザソウルへと移行するのです。歌謡年歌のストーリーはかなり入り組んでいるため詳細は省きますが、大まかに説明すると BU の世界で不幸な結末を迎えるメンバー6人を救い出すためにジンが一人でタイムリープを繰り返すという筋書きです。そしてこのシリーズの鍵を握るのがスメラルドという架空の花。スメラルドは悲しい伝説を持つ花で、花言葉は伝えられなかった本心。BTS の楽曲 The Truth Untold のタイトルにもなっています。以前は公式から何の発表もないまま、スメラルドの花について語る花屋のブログが立ち上がり話題になりました。その時と同じように、今、まさにスメラルドのインスタグラムが始動し、アーミーの熱い注目を集めています。グラミー賞授賞式やパーミッショントゥーダンスオンステージなどでのメンバーによる匂わせも合わせて考察されているようです。先の読めないストーリー展開で、アーミーの心を掴んで離さない歌謡年歌、その世界観に捉えられると、もうそこから出ることは叶いません。メンバー全員個性があふれている。そして BTS といえば個性豊かな7人の化学反応が魅力。個性が強すぎるとグループの輪を乱しかねないですが、絶妙なバランスで調和していて、まさに相性抜群です。BTS のリーダー RM は IQ140 を超える秀才で、通訳なしで英語も日本語も話すトリリンガル。まさに BTS の絶対的リーダーですが、その素顔はとても不器用で、物をすぐになくしたり壊したりしてしまう破壊神です。RM は BTS の四男。長男であるジンは末っ子気質で、RM とぶつかることなく BTS を支え合っています。そして、来世は石ころになりたい音楽の天才シュガと BTS のムードメーカーで、最強の中間管理職の J-HOPE。そんなヒョンラインの4人に甘やかされ、のびのび育ったのがマンネラインの3人。愛嬌あふれる可愛さを見せたかと思えば、ふと、不散男子のスイッチが入るジミンと、いつまでも純粋無垢な美しい心を持ったテテ。そして、6人のヒョンが溺愛する、何でもできちゃう黄金マンネのジョンルク。すごくないですか？それぞれのキャラクターが立ちすぎていて、まるでアニメの設定のよう。いいえ、これは BTS という名の現実です。ステージと素のギャップ。そんな個性豊かな BTS がハイレベルで痺れるパフォーマンスをするわけです。ステージ上の BTS と素顔の BTS の振り幅は大きすぎて、もはや別人かと疑うレベル。この大きなギャップに沼落ちして出られないまま、深みにはまるアーミーが多いのではないでしょうか。個人的には底なし沼だと思っています。BTS の場合、7人中7人、つまり全員がギャップを生むので、その威力は凄まじいです。アイドル芸人とまで呼ばれる彼らは普段から楽しそうで、ケラケラとよく笑っていますが、ステージの時との切り替えはさすがプロ。その様子は、どこかにスイッチでもあるのかと疑ってしまうほどです。プロ意識が高く、真面目なメンバーが揃っているからこそできることなのかもしれませんね。そして、素の BTS が見られることで大好評だったのが、リアリティ番組であるボンボヤージュとインザスープです。ボンボヤージュは2016年から2019年にかけて
BTS が海外旅行をする様子を収録したもので、毎年大人気でした。しかし、パンデミック等の影響により、海外旅行は困難に。肩を落としていたアーミーも多かったと思いますが、そこで救世主のように現れたのが、日常と休息の間を切り抜いたインザスープです。普段から飾らない BTS ですが、リアリティ番組では、さらに自然体なメンバーの姿や関係性を見ることができます。7人がそれぞれ好きなことをしながら仲良く共同生活する様子は、まさに癒しのコンテンツ。協力して料理を作り、それを7人揃ってもりもりと美味しそうに食べるモッパンも注目されました。見ているだけでお腹が空いてきますよね。ステージの上で最も輝く BTS ですが、開放的な自然の中で体も心も緩めて過ごす様子は、ほっこりとした安心感に包まれています。メンバー同士の絆。BTS はとにかく仲がいいことで知られています。それは彼らが全員地方から上京し、約7年という長い宿舎生活を共にしてきたことが大きな理由かもしれません。BTS はメンバーとまるで家族のように温かい関係性を築いています。練習生時代のジョングクはまだ15歳。最年長のジンは自身が BTS の母親役を担い、弟たちの面倒を見てきました。そんなジンの姿を見て成長したからなのか、7人は全員が優しい気遣いを持って、いつも周囲の人のことを尊重しています。メンバー内ではもちろん、スタッフやアーミーにも配慮や感謝を忘れることがありません。グループの色は長男・長女で決まると言われることがありますが、BTS の場合はまさにその通りだと感じます。デビュー前には J-HOPE が脱退の危機にさらされたことも、なかなかデビューが決まらない中、J-HOPE がメンバーから外されてしまうことに、これを受けた J-HOPE は様々な葛藤を抱えながらも自分自身で脱退することを決めました。話を聞いたジョングクは号泣し、お願いだからやめないでほしいと説得したようです。しかし、一度決意した J-HOPE の意志は固く、揺らぐことがありません。すると、RM がバン PD に直談判に向かいます。RM は、僕たちにはチョン・ホソクが必要です。彼がいないとチームではなくなってしまいますと訴えかけて、事務所を説得したようです。このエピソードについて、J-HOPE は、あの時、みんなのことを信じていたから、またグループに戻ることに決めた。長い間一緒に頑張ってきたんだし、いつもみんながそばにいてくれたから、と語っています。風当たりの強いデビューを果たした BTS メンバーは、その当時はまだまだ多感な年齢。多くの困難を7人で支え合い、思いやって乗り越えてきたのでしょう。BTS にしか分かり得ない特別な絆があるように思えます。メンバーとアーミーの絆。歌もダンスも上手なグループはたくさんあるのに、どうして私はアーミーなんだろう。7人それぞれが持つ強い個性と才能に目が離せないし、互いを尊重し信頼する姿は本当に尊敬するし、少年の頃と変わらない弾ける笑顔が愛おしくてたまらない。やっぱりバンタンじゃなきゃダメなんだよね。メンバー間ではもちろん、BTS とアーミーの間にも深い絆が存在します。そもそも、アーミーとは英語で軍隊の意味。防弾少年団、防弾チョッキとファン、軍隊はいつも一緒という思いが込められているのですね。そんなアーミーと BTS を結ぶ言葉といえば、ボラエ。今や浸透したワードですが、もともとはペンミーティングで、アミボムが会場一面を紫色に染めた光景を見立ててによって作られた造語です。虹の最後の色である紫のように、相手を信じて末永く愛し合おうという意味が込められていて、今ではすっかり BTS とアーミーの絆を結ぶ合言葉として定着しました。公式ではないものの、BTS のイメージカラーも紫の印象が強いと思います。
ちなみに、ボラエは日本語だと紫するよ、英語だと愛、パープル、You という意味。こちらもおなじみですね。ちなみに、ボラエと同じようにアミしてるというワードがありますが、こちらはアーミーと愛してるを掛け合わせてジョングクが作った BTS 用語です。日本向けに作られているところが嬉しいですよね。約2年半ぶりに開催される本国公演として注目された BTS Permission to Dance on the Stage Seoul。ソウル公演2日目には、私たちはお互いの愛、お互いのファンだとスローガンを掲げました。BTS は自らをアーミーのファンだと公言しているのですね。もはや BTS とアーミーは共同体なんだよと語るシュガに、僕たちは皆さんのために生きていますという自民、そして有名になるほど遠い存在に感じる必要はありません。僕たちの方から一歩ずつ近づいていきますと話すジョングク。7人全員に言えることですが、いつもアーミーのことを思い、その気持ちに寄り添いながら活動している BTS。ファン思いだと言われているのは、こういった日々のコミュニケーションにあるのかもしれません。大スターなのに SNS で身近に感じる。ジョングクの言うように世界的に活躍するようになると、遠い存在になってしまったかのように感じるファンも多いものです。しかし、アーミー思いの BTS は、今や生活に欠かせない SNS を通じてファンを孤独にさせません。もともと BTS がデビューしたビッグヒットは、当時はいわゆる弱小事務所で広告や宣伝に多くの費用をかけることは難しかったようです。そんな中で彼らは SNS をうまく利用。楽曲の宣伝だけでなくアーミーとの交流やプライベートまでを惜しみなく提供し、その認知度を高めていきました。BTS が成功した鍵の一つだと言われる SNS 戦略。もちろんそれが全てではありませんが、SNS を通じてコミュニケーションを取れることで、BTS をより身近に感じられるため、アーミーには嬉しいコンテンツですよね。現に何かのきっかけで、BTS が気になり検索すると、鬼のような情報量が飛び込んでくるわけです。そして、それを一つずつ処理しているうちに、BTS の魅力に取りつかれ、気づけば、立派なアーミーが完成してしまいます。すごい。それだけ膨大な情報量も、すべては、これまで BTS が続けてきた努力の賜物。最終的にはいつも7人の人柄や努力によって状態が好転しているように感じます。まとめ。今回は大人気の BTS の魅力について掘り下げてみました。あなたは BTS のどの一面が気になりましたか？楽曲やパフォーマンスから入ってもよし、普段の姿とのギャップに沼入りしてもよし、メンバーと SNS を楽しんでもよし、どこから入っても BTS の魅力は満載で、沼化は必至です。今後も BTS らしく活動を続けてほしいですね。これからも BTS を応援していきましょう。